あの時見たステージは。は、あれではないか。あれです。やっぱりここの野外ステージだったんだ。いい調子だよ。頑張れ。ちょうどダンスチームが踊ってるね。うん、イベントでもやってるのかな。ステージ横に看板が立ってるな。どれどれ。第10回鉄ごもりあきら新人発掘ダンスオーディション二次審査会場。まさかあの鉄ごもりあきらか。知ってるんですか？ああ、舞台の世界では有名な演出家でな。高齢を理由に現役は退いたと聞いていたが。みんなステージ見て。あの人って。なになに、みんなすっごくびっくりしてるけど。もしかして今ステージに上がった人が探してた人？その通りだ。まさかこんなに簡単に見つけられるとは。エントリーナンバー228番来世です。よろしくお願いします。さすがに記憶で見たダンスとは違うね。今踊ってるダンスの方がキレキレっていうか、もっとすごくなってるけど。今のステップちょっとよろけちゃったね。なんとなくだけど硬さが見えるような。もしかしたら緊張してるのかも。オーディションだもんね。見物の人たちもいるし。そうだ、さっき応援してる人いたよね。じゃあ頑張れあ、まだまだいけるぞ。ファイトだ。今ちょっと笑った？緊張が少し解けたのかも。どのダンサーさんもいいパフォーマンスだったね。でもあの人もすごかったし、審査通るといいな。それでは審査結果を発表します。二次審査通過者はエントリーナンバー228番来世さん。呼ばれた。そしてエントリーナンバー305番湊さん。以上が二次審査の通過者となります。三次審査についてはあの人二次審査通ったみたい。ミスからのカバーうまかったしね。緊張も最初だけで、あとは調子良さそうだったし。みのりちゃんたちの応援のおかげかもね。それでこの後どうするんですか？あの人は見つけましたけど。そうだな、できれば話してみたいが。こっちに来ますよ。わわわ、隠れないと。みんなまた後でね。
さっき応援してくださった方たちですよね。俺あんな風に声をかけてもらえたの初めてで、おかげで緊張もほぐれてなんとかミスを挽回できました。本当にありがとうございます。いえ、そんな。オーディション緊張しちゃうの分かりますから。しっかり持ち直すことができたのは日々の努力の賜物だと思います。次三次審査ですよね。頑張ってください。ああ、そうですね。ありがとうございます。あれ、せっかく次に進めるのに。あんまり嬉しくないんですか？ああ、いえ、そんなことはないんですが。やっぱりなんだか様子が変かも。もしかしてこの記憶を私たちに見せたかったのかな。もし本当に見せたかったのならば、そうする理由や意味があったということだ。もしかして何か悩んでることとか心配なことがあるんですか？あ誰かに話すだけでも気持ちが軽くなることありますよ。もちろん無理にっていうわけじゃないですけあ、俺プロのダンサーを目指してて、もう3年近くオーディションやコンテストに参加しているんですが、最終審査に行けたことがなくて、次の3次審査も他のオーディションで一度行けたくらいで。それなら全然喜んでも良さそうですけど。俺も嬉しくないわけじゃないんです。でもこれが最後のチャンスだと思うとプレッシャーが。最後のチャンス？親との約束なんです。今回結果を出せなかったら諦めるって。そんな夢なんですよね、プロのダンサーになるの。はい。でも両親は本当にダンサーで食べていけるのか、仕事としてやっていけるのかって心配していて、周りの友人たちも今から始めても大して活躍できない、早く諦めて就職活動をした方がいいって。親の言うことも友人たちの言うこともわかるんです。でも初めて本気で叶えたいって思えた夢だから諦められなくて。なのに最近はステージに立つと緊張で硬くなってしまうし、今までの失敗のことが頭をよぎってしまって。それでさっきの審査の時も初めちょっとぎこちなかったんですね。迫っている期限への焦りもあるんだろうな。私は家族にも友達にも応援してもらえてて、どんな時も励ましてもらったり慰めてもらったし、はるかちゃんがいてくれたから、きっと明日は次はいい結果が出るって信じて頑張れたけど。さっき応援してくださった方たちですよね。俺あんな風に声をかけてもらえたの初めてで。この人は今までずっと一人で。練習のお手伝いとかさせてもらえませんか？私もアイドルになるっていう夢を叶えるために何十回もオーディションを受けて全部落ちて。だからちょっとわかります。結果発表で名前を呼ばれなかった時の悲しさとか、お祈りメールだった時の虚しさとか。次
次は大丈夫、もう一回頑張ろうって自分を信じて立ち上がる時の不安やしんどさとか。そういう経験を私もしてきたので、なんとなくわかるんです。だからお手伝いさせてください。不安な気持ちを乗り越えて夢を叶えるためのお手伝いを。どうして？俺はついさっき会っただけの他人なのに。私は希望を届けるアイドルですから。希望。俺もぜひ手伝わせてほしい。ずっと一人で頑張ってきたんですから、最後の最後に味方が現れたと思ってもらえれば。まあここまで話聞いちゃったらね。私たちがついてます。次の三次審査絶対通過しましょう。皆さん、本当にありがとうございます。どうかよろしくお願いします。これが次の審査でやろうと思ってるダンスです。まだ振りを入れただけで作り込んでいませんが。すごいですね。構成が凝っててテクニックも必要っていうか。私はダンスのことは全然わからないけど、リズムの取り方が気持ちよかったし、見応えあるなって思いました。わかる。ああいう音ハメいいよね。オーディション受けてた時の私の100倍くらい上手ですよ。でも途中の足がダダダダダってなるステップがなんて言ったらいいんだろう。勢いでこなしているという感じがあったな。他がリズムに乗れている分悪目立ちしてしまいそうだ。そうです。そんな感じに見えました。なるほど。あそこは今回の振りの中でも大事なところなのに、まだまだだな。やっぱり誰かに見てもらうって大事ですね。そういえばステージに立った時の視線ってどうしてますか？審査員やお客さんを見たりとか。振り付けにもよりますが、決め技の時はアピールのためにも審査員や観客の方を見たりしてます。じゃあもうちょっと増やしてもいいかもですね。ダンスを届ける相手のことはしっかり意識したいですし。ありがとうございます。やってみます。昨日の練習でもそうだったが、やはりあの素早いステップのところが気になるな。体重移動をもっと滑らかに。いや、足の踏み出し方か。すみません、いろいろ考えてもらってるのになかなか良くならなくて。うつむき禁止ですよ。こういう時はクリアできればもっと良くなるね、伸びしろだねっていう感じで考えましょう。はい。じゃあもう一度今のでやってみます。なんで笛なんて持ってるんだろうって思ったら。それにしてもさすがは花里、素晴らしいポジティブシンキングだ。俺も見習わねばな。誰よりも間に合ってると思いますけど。すごい、あのステップどんどん良くなっていってる。ア
やってすぐに対応できるのも今までの努力があったからなんだろうな。私ももっと力になれたらいいんだけど、司さんみたいにうまく説明できないし、やっぱり来世さんのダンスやステップについてもっと知らないとダメかも。それならおはようございます。今日も。おおはようございます。あれ、踊ってたのみのりちゃんだったんだ。この曲、それにあのステップは。ちょっとみのり、大丈夫？ちょっと左足急ぎすぎちゃって。みんないつの今来たところ。っていうか、なんでみのりがあのステップを練習してるの？間に？見てるだけだといいアドバイスできないなって思ったんだ。だから私も挑戦してみようって思って、今日一日隣で一緒に踊らせていただきます。花里さん。はい、よろしくお願いします。来た、速いステップのところ。ワンエンツー、にゃ大丈夫ですか？はい、足を自分で蹴っちゃって。あれ、みのり休憩しないの？あのステップちゃんとできるようになりたいから。ワンエンツーエンスリー。振りは覚えられてもどうしても足がついてこなくなっちゃう。まずはテンポを落としてちょっとずつ速さについていけるようになれば。そのステップなんですけど、皆さんにもらったアドバイスを生かすためにちょっと変えたいなって思っていて。今細かく足でリズムを刻んでるんですが、そこを少しゆったりめにして代わりに。やりましたね、花里さん。2人ともめちゃくちゃ良かったよ。ステップのところも変えて正解って感じですね。難易度を落としたことで視線や上半身の振りにもしっかり意識を向けられるようになったからな。来世さんすごいです。あんなにすぐアドバイス取り入れてぴったりな振りに変えられちゃうなんて。いえ、そんな。せっかくだし、もっと踊ってて楽しいダンスを一緒にやりたいなって思ったら、すぐにイメージが湧いてきたんです。確かに踊っててすっごく楽しかったです。本当ですか？よかった。久しぶりだな、こういう感覚。ダンスを始めた頃はさっきの花里さんのように、どれだけ失敗しても次はこうしてみようって考えて工夫して一つずつ良くしていくのを楽しんでたんです。なのにいつの間にかそんな余裕すらなくしてしまってて、そんなだから子供たちもダンスを教えてって言いに来なくなったのかな。子供たちですか？
実は俺の練習をたまに見に来る子たちがいたんです。最初は遠くから見てるだけだったんですけど、だんだんそばに来るようになって、俺も一緒にやってみるって声をかけて。へえ、踊ってるのを見て自分でもやりたいって思ったのかな。そうですね。どうかしたんですか？あ、ああ、いえ。あの子たちは今どうしてるかなって。すみません。話長くなっちゃって。もう一度通しで見てもらえますか？はい、もちろんです。なんかごまかされたような気がしたけど、気のせいかな。